歪みツールで書く。爆発の書き方。の巻？皆さんこんにちは、ゆきのこです。助手のゆきんしです。最近クリスタにアップデートで、歪みツールが追加されました。こんな感じで、モノクロレイヤーでも使えるみたいだから、漫画にも使えないかなと思って、試しに爆発を書いて遊んでみましたので、今回はその様子をご覧に入れたいと思います。新機能試してみた日記、みたいな感じね。そんな感じです。さて、新年明けまして今年は寅年なので、こちらの虎があるが、奥の牛を爆破して、干支を交代する体で爆発を書いていきます。牛さんかわいそう。赤線が爆発のラフスケッチで、小さいシュークリームがたくさん、ポコポコ中心から湧き出ているような感じで書きました。黒缶ブッシュみたいな感じだね。横から見ると、こんな感じに、ドーム状に広がっていくイメージです。それでは爆発を一つ書いてみます。ベタの形とペンのタッチで、ドーム状に弾ける感じに、爆炎を書いていきます。もうちょっと何かコツとかはないんですか？実際の爆発の現象ではなくて、あくまで例えなんだけど、こんな感じの電球の表面にベタでススを書いて、ススが薄いところはペンタッチで、煙の動きを書くような感じで書いてるよ。全部鋭い動きじゃなくて、黙々したところも書くといい感じ。何も書かないところは、内側から光が漏れているようなイメージです。光ってるところは白く残すってことだね。歪みツールは、指先とかぼかしがある色混ぜの隣にあります。歪ませ方を膨張にすると膨らむ感じに変形できるようになります。あとここのチェックは動作が重くなるので外しておきます。これをさっきの爆発に使ってみるとこうなります。爆発がより弾ける感じになったよ。爆炎を三次元的な感じに膨らませることができるから、お手軽に爆発が立体的に広がってるっぽく調整できます。何もしないより爆発の硬さが抜けて動いてる感じが出せるね。それじゃあ残りの爆発も何枚かにレイヤーを分けて全部書いていきます。爆発書いて、ブニブニ。爆発書いて、ブニブニ。爆発書いて、ブニブニ。爆発書くのは結構大変そうだけど、これなら雑に書いて後からいくらでも調整できるから、全然苦じゃないし、楽しそうだね。一応、魚眼フィルタでも同じことはできるんだけど、こっちの方がベクターの線つまみツールみたいな感じで、気軽に使えて便利です。ホワイトを入れて、ベタとホワイトの中間にトーン貼って、爆発全体のバランスを見て、勢いのトゲを少し足して、少し黒が強いので、ホワイトトーンで勢いの線を描いて、黒を弱めつつ爆発の勢いを強めます。最後に塵を飛沫ブラシで描き足して、爆発が大体完成です。割といい感じにできたね。さて、この爆発にさらに瓦礫などを飾り付けて、それっぽくしていきます。瓦礫ブラシで、バーッと適当に瓦礫を散らしまして、これを歪みツールでブニブニします。爆発で立体的に吹き飛んでる感じになった。ちょっと全体の大きさと瓦礫の位置を調整して、瓦礫に影をつけたり、歪みすぎたところを書き足して調整します。仕上げに爆発の発光でできる影にトーンを貼って完成。ブラシで描いたのを歪ませてちょっと書き足すだけで、良い感じに吹き飛ぶ瓦礫になったね。次は地面と集中線を描いていきます。地面は一度手書きで描いてから、歪みツールで魚眼風に画面に馴染ませてみました。これは背景にも使えそうだね。次は集中線を爆発の中心に向かって入れまして、背景に爆発で明るくなってる感じにグラデーションを入れました。だいぶできてきたね。次は爆風と空間が感じられるように、白い煙のエフェクトを縁付きのシルエットで描いてみました。歪みツールは縁付きのレイヤーにも使えるので、こんな感じに煙の形を微調整できます。これもいろんな場面で使えそうだね。縁付き煙はラスタライズしてから、縁を分離して、少し動きの線を書き足しておきます。次は、最近プラグインストアに新しく色周差フィルターが追加されたので、試しに瓦礫に使ってトーン化してみたら、モーションブラーみたいな感じにできました。これは衝撃の表現に便利そうだね。
爆発全体が少し硬い感じがしたので、歪みツールで全体を膨らませました。これならとりあえず細部を納金で書いてから、後で全体を調整するみたいな書き方ができそうだね。最後に、発光してる感じが足りないので、ホワイトトーンで光を描いて、フィルターの放射ぼかしで発光してる感じにして、だいたい完成です。明るさに変化がついて断然良くなった。最後に爆発に色をつけてみましょう。前準備としてトーンを解除してグレーの定山にして、レイヤーを全部結合して1枚にしておきます。ガウスぼかしと放射ぼかしで少し馴染ませてから、レイヤーメニューの新規式超補正レイヤーからグラデーションマップを作って、グラデーションセットから好きな夕焼けを選択して、ハイライトだけ少し白く調整しました。いい感じに色がついたよ。仕上げに色調補正レイヤーのカラーバランスとかで色味を調整して、最後に色周差フィルターで全体にモーションブラーっぽい効果をかけまして、コントラストを調整して、瓦礫の色を少し変えて、完成です。以上、新機能歪みツールで書く爆発の書き方でした。爆発を手書きするのが面倒くさい人は、爆発用のブラシとかを探して、歪みツールを試してみてください。歪みツールは他にもキャラのラフの調整するときにも使えたし、選択範囲で囲ってから使ったり、虎柄を調整したり、編みタイツにも便利だったよ。他にもいろんな使い方ができそうだね。とりあえず思いついた使い方を一通りやってみました。皆さんも色々試してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。